もう一度言ってもらえる？その提出していただいた設計図が登録されたものと違うので、すぐにドライバー登録をすることはできません。私が登録済みの現役ドライバーでも？ええ、これは設計図の問題だからです。この設計図も私たちの正式装備なの。アイギスのエンジニアが全プロセスで開発に携わって、カティア箱舟にも登録されてる。ただ実戦に投入されたことがないってだけよ。ここのデータベースには同期されてないの？それは、私たちのオフィスが小さいからかもしれません。リュドミラさんは今日に限って休暇だし。まあいいか。それじゃあ臨時登録をするにはどうしたらいいの？明日のこの時間にもう一度来てください。相応の技術者を手配しておきます。それから。明日じゃ遅すぎる。え？この人急に雰囲気が変わった？手書きの登録用紙はないの？何度も似たような書類を書いたことがあるから必要な情報は全て提出できるけど、装備の技術的な詳細についてはオリジナルのファイルを見たことがあるの。カティア箱舟に申請してくれれば2時間以内に全ての書類をまとめて送信してもらうよ。少しぐらい遠回りしてもいいから今日中に処理できる方法はないの？それは。テミさん、あんたがずっと探してたハッカー名を見つけたよ。あれ、二人ともどうして無言で私を見てるの？まず公共の場所で私をそう呼ばないでって言ったはずだけど、あとここは一応アイギスオフィスの受付だって教えた方がいい？おっと忘れてた。じゃあレベルだ。ハッカー飴食べる？いらない。あのエフゲニアさんですか？そうだよ。あんたの言うあので合ってるかはわかんないけど。うちの母は暇さえあればあなたの名前を口にしていました。あの当時ボロタネイ付近に突然はぐれた原罪が出現したんです。あなたが急いで駆けつけてくれたおかげで市内への侵入を免れたそうです。それに戦車から1回撃っただけで原罪1体を倒したとも聞きました。これもあなたのおかげですよね。そっか、身に覚えがないけどな。でも少なくともあんたのお母さんは元気みたいだね。それだけでも私にとっては素晴らしいことだよ。そうだ、さっき私のお仲間と臨時登録のことを話してたような気がするんだけど。いつも技術的な問題に対応する科学官が今日は不在なんです。それで明日。いいえ、なるべく他の町の技術者を手配して今夜リモートでつないでみます。そのために詳しくお時間伺ってもいいですか？登録の件に対処できるように頑張ります。その科学館が明日空いてればそれでいいよ。そんなに急ぎじゃないから。承知しました。ではこちらの作業予約シートにご記入ください。準備ができたらまた連絡します。ここに名前を書けばいいの？そうです。ねえ、そんなにしかめっ面しないでよテビさ。あの時私が何も言わなかったらあのお嬢さん窒息しちゃいそうだったよ。普段同僚に見せる顔はさっきの2倍はフレンドリーなのに、今日はどうしたんだ？まず私は今休暇中なの。そして休暇中に自分に嘘をつくのは好きじゃない。それから急に原罪が現れても出撃できるように地元のアイギス支部に臨時登録しようって言ったのはあなただよね。私たち2日かそこらしか滞在しないかもしれないのに、私の言うこと間違ってる？大スターのエフゲニアさん。わかったってば。この件は私が責任を持つ。あんたは人付き合いが苦手だもんね。私が間違ってた。でも一つ言い訳させて。
あの時はそのことを忘れてたの。ほんの一瞬だけね。それに私だってあんたがブツブツ言ってたハッカー名を探そうと頑張ってるんだからね。はあ、あなたにはついていけない。いつも後になってやるべきことをやっていないって気づくんだから。どっちみち結局は私が苦労することになる。もういい。その友達との約束までまだ時間はあるんでしょ。先にシャワーを浴びてくる。飛行機で暖房が効きすぎて蒸し焼きになりそうだったの。それが終わったらどっかでご飯でも食べない？お腹は空いてない。それにその人はバーの店主なんでしょ。ついでに何か食べればいいじゃない。バーで食べ物を出してくれるとは限らないよ。あとで。こんな小さな町にもセイレーンの CM があるなんて、社長たちも手広くビジネスしてるんだな。セイレーン軍港、暮らしが再びつながる最善の選択。引き続き地元のニュースです。本日早朝、ガーデンストリート警察署に店舗違法破壊に関する通報がありました。被害店舗は管轄区内にある登録バーキャンプファイヤーです。店内は激しい暴力を受けて破壊されました。警察の捜査担当者によると、事故は昨夜未明に発生したものとみられます。しかし周辺住民によると、夜間にそれらしい異常な音は聞こえなかったようです。ねえテビさ、やっぱり他の場所で食べといた方がいいみたい。ああ、後にしてって言ったでしょ。また、事件発生時店内にいた従業員も行方がわからなくなっています。現時点では周辺の犯罪者集団が犯行に関わっている可能性も否定できません。しばらく忙しくなりそうだ。体力を温存しておいた方が良さそう。急に何を言い出すの？あっちに着いてから決めてもいいでしょ。事件が目的地で起こってるんだけど、私たち警戒線越しに見てるしかないと思うよ。今なんて？なんというか悲惨ね。先週見た映画にはめちゃくちゃに荒らされたスーパーが出てきたけど、これはその4分の1ってとこかな。電源は切ってないし通じないわけじゃない。そしてサービス範囲内にいない。生きてると思う？ニュースでは行方不明って言ってたな。つまり死傷したと考えられるような直接的な手がかりはない。少なくとも見てわかるようなものは。それに彼女から連絡が来た時、事件とのつながりを感じたんだ。イスカラは私の知り合いの中じゃかなり危険に敏感だから、その点は楽観視できるかな。どのくらい荷物を持ってけばいいかな。